ほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、ラクトゴフック X。あれ？なんか前に紹介しなかったっけ？そっちはラクトゴフック XHBB の方だね。以前紹介した、青いワンポイントのものが、フック XHBB。今回紹介する、グリーンのワンポイントが入るのが、フック X。個人的に、外観だけならフック X の方が好き。これ、緑と青が変わってるだけではなく、フック XHBB で真っ黒だった部分がガンメタリックになっていたり、よくよく見ると、本体のエッジ部が青と緑の違いだけではなく、丸みを帯びたフック XHBB に対し、今回紹介するフック X はエッジカットを強調した、より引き締まった外見になってたり、プラグの装飾部分にワンポイントでグリーンが配されていたりと、おしゃれ度で言うと、個人的には無印フック X を押したいな。とはいえ、本体の音質に影響しそうな違いは、外観上、ダストフィルターくらい。これは、音質の変化を意識してなのか、フック X とフック XHBB で地味に違う。気になった人は、フック XHBB のレビューを見て確認してみよう。と、細やかなところは違うものの、基本的には同じ本体を持つイヤホンだ。フック XHBB は、このフック X をベースに、より HBB の声を入れて洗練された音を持ってる。フック X 自体の特徴を、HBB チューニングがうまいことより一般向けなところに動かしていて、誰にでもおすすめできるのは、フック X よりフック XHBB の方だ。ただし、フック XHBB が無難なイヤホン、というわけではなくて、フック X 並びにフック XHBB は、どちらもかなり異色なイヤホンだ。外装、付属品、内装、音質の順に、フック XHBB と比較しながらチェックしていこう。まずは外装から、フック XHBB と共通の部品で作られていて、サイズはデカめ、というのも、そもそもドライバが大きいので致し方ない。背面は完全開放のように見えるけど、しっかり開放度を調整されていて、かつ、ドライバと耳との間の空間は密閉されている、半開放型、と言われるタイプだ。フェイスプレートは黒、本体内側は暗いガンメタリックで、非常に引き締まった印象を与えられる一台に仕上がっているぞ。イヤホンとケーブルをつなぐプラグは、非埋め込み式にピン。いわゆる中華2ピンとも呼ばれるタイプ。端子の周囲にカバーのついていない、ほとんどの2ピンケーブルと互換性があるけど、しっかりと奥まで差し込まないと、金属ピンに負担がかかって、曲がったり破断する可能性がある。丁寧に扱おう。とはいえ、このイヤホン、基本的にリケーブルしないでも存分に性能を発揮する。標準付属のケーブルは、表面が粗いため、動きながらの使用に適していないものの、音質をしっかり引き出せる品質はちゃんと持っている。おまけに、最初から付属するこのケーブル、プラグ交換が可能となっていて、2.5mm、3.5mm、4.4mm に対応するぞ。プラグデザインからケーブルの色まで、本体をイメージしたものになっていて、そういった面からも、リケーブルしないで使いたくなるデザインの統一感の高さだ。もちろん、リケーブルしても合わせやすいデザインなのもポイントが高いな。装着感の面から見ると、若干大きいのがネック、14.2mm のドライバーを搭載しているイヤホンとしては平均的なサイズだけど、最初は自分の耳にどううまく収まるか、ちょっと悩みながら使い始めることになりそうだ。遮音性は中の下くらい。音漏れはめちゃくちゃする。これは構造に起因していて、軽めのアルミハウジングなので、遮音性はそこそこ程度。ただ、背面にめちゃくちゃベントホールが開いていて、そこから普通に音が全部垂れ流しになる。公共の場での利用にはあんまり向いていないな。でも、遮音性が若干あるのは、このイヤホンが、ドライバーを境に、耳側が密閉され、その背面が大きく開放されている。いわゆる半開放タイプだから、実際、自分で使う分には、普通の密閉型に近い感覚が得られるだろう。さて、平面駆動ドライバーを使っているイヤホンで、半開放型、というのがそもそも珍しいんだけど、本気の特殊なところはそこだけじゃない。フック X は、平面駆動イヤホンにピエゾツイーターを組み合わせた、非常に珍しい構成のイヤホンで、同時期に多くの平面駆動イヤホンが発売されたんだけど、ピエゾとのハイブリッド型は本機しか選択しなかった。最近は BA とのハイブリッドがぼちぼちで始めたけど、相変わらず、14mm クラスの巨大な平面駆動ドライバーに、ピエゾツイーターを掛け合わせたモデルはラクトゴフック X だけであり、そして、フック X と同じようなジャンルの平面駆動イヤホン、というのも存在しない。14mm 平面駆動ドライバーは、ぶっちゃけこれだけで最強状態と言ってもいい構成だ。高音、高中音域の情報量が素晴らしく、中音域、
低音域の涼感にも優れる、このクラスのドライバが大量に発売されたのは、今年から去年くらいの時期になっていて、HCK、KZ、TRN、シャオワー、ミューズハイファイ、ジンハイファイ、タングザその他その他、当チャンネルだけでも、このドライバの搭載されたイヤホンは擦りまくっている。もはや、ダイナミックドライバと同じくらいありふれた存在になりかけている平面駆動イヤホンなんだけど、それをピエゾツイーターと組み合わせる選択をしたのはラクトグオーだけっぽいんだよな。先に聞いた、フック XHBB は、このピエゾと平面駆動ドライバの組み合わせが、実にハマったイヤホンだった。HBB チューニングのイヤホンは、いくつか聞いているんだけど、全体的に、低音から中音域の涼感、全体的な音の厚みを大事にするものが多い印象。結果、イヤホンによって、好みドンピシャのバランスになったり、ちょっと厚みを重視しすぎてるかな。と感じるバランスになったり、それは聞く人の好みなので、どれがベストバランスなのかは人それぞれなんだけど、フック XHBB は、そんな HBB と、フック X の特徴がドンピシャな化学反応を起こした一台だった。ウォーム傾向の強い平面駆動の音色に、高音域をピシッと硬質に仕上げていく、ピエゾツイーターの組み合わせ。結果、全体は硬質さを保ちつつ、涼感や厚みも同時に存在するという、独特かつ不思議とバランスの取れた音色に仕上がってた。そんな HBB チューニングの個性に負けない、フック XHBB のベースになった。フック X の音色はどうなのかというと、そりゃもうキャラクターが立っている、高音域の抜けの良さ、全体の分離感はベース機の方が上、というか、色々あるイヤホンの中でも、特にその傾向に振っていて、それでいてサブベース周りはフック XHBB にも負けてなくて、このイヤホン固有の世界観があるな。他の平面駆動イヤホンと比べて、一発でわかるのが、高音域側がひたすらにソリッドなこと、高中音域から中音域、ボーカル相当の部分まで、全体が硬質で、そりゃここまで硬質だったら、HBB チューニングを掛け合わせてもまだ若干感触だわ、というくらいに攻めた音色。それでいて、過去の中華ハイブリッドみたいなとにかく刺激的な音とも異なる、サブベースは残響を残さず、インパクトを残し、高音域側の音色のクリスプな雰囲気に統一されてる。全体的に、とにかくシャープ、ソリッド、クリスプ、といった単語が浮かび、音の抜けも、開放型みたいに良いのだけど、サブベースはしっかり密閉型の分厚さを残してる、といった感じ。ただ、中低音域以下の表現は、より厚みを増した HBB モデルの方が優れてるかも。こっちはとにかく、抜け、切れ、感触、といったイヤホンだ。平面駆動機の中で一番近いのは、一番高音域側がソリッドに味付けされている、KZ-PR1 Pro。しかし、PR1 Pro と異なり、さらにピエゾツイーターで強調されている粒立ちの良さのおかげで、うさんくさく超高解像度な音色が聞ける、いかにも密閉型の音だ。また、フック X 系はこれでいてベースもしっかり力強いので、高音がキンキンなるだけのイヤホンになっていないのも良いな。さらに、これらの傾向からもたらされる、圧倒的空間表現の広さ、広いくせに高音は鼻先で鳴っているように近い、密閉型イヤホンの美味しいところに、圧倒的開放感を加えた、唯一無二の音だ。高音域側の分離感がとにかくしっかりしているので、そのおかげで、この空間表現については、全イヤホンの中でも最大級に広い。ここ最近、このタイプの平面駆動で、やたら空間の広いものに多く遭遇しているんだけど、その中でもフック X 派、人によっては刺さるレベルまで高音域側をソリッドに表現することで、最も澄んで、そして広がりのある空間を持っているぞ。このイヤホンより空間が広いとなると、壁も床も天井も何も存在しない虚無にほっぽり出されたように反響がない。シークリールのドーンくらいなんだけど、ドーンは、なんていうか、もう広大を通り越して涅槃だから。どっちらかったけど、音色を分解する前に、一回まとめてみよう。ラクトゴフック X は、通常の平面駆動イヤホンの中でも、特に高音域から低音域までソリッドな傾向が強く、その結果、分離感が強く、刺激的な音色を楽しめる。さらに、そこにピエゾツイーターを加え、背面開放度を高めていることで、ソリッドさに残響の少なさが加わって、この手のイヤホンの中でも特別にシャープな仕上がりの音色だ。それでいて、低音もしっかりと出る。発売時、虜になってしまった人が多かったのも納得の、個性派かつ完成度の高い音色だ。加えて、これらの要素から、やたらめったら開放感のある空間表現、音自体はかなり近いんだけど、その残響感が、実に広い空間で聴いているような不思議なものになっている。こういう、基礎力があって、かつ自分にしかできない一芸を持っているイヤホンは大好きだ。音色を分解してみよう。高音域。
かなりシャープ。ちょっと鋭すぎると感じる人もいるかも。実際僕も小音量じゃないとちょっと辛い。それと引き換えに得た絶対的明瞭感のおかげでチャラだけどな。ハイレゾ大好き、ソリッドでドライな音色大好きな人向けの、音の輪郭、粒立ちが最高に引き立った音だ。中音域は、ちょっと刺激的。特に、ボーカルは、念入りにエイジングしてやらないと刺さりやすい。それくらいギリギリまでドライな印象を高めた、個性ありきの調整だ。そして低音域。ここは、沈み込むような、というよりは、サブベースの出始めのインパクトが強くなっていて、その結果、他音域の改造感を落とさずに、曲全体にしっかり刺激もある音に仕上がっている。全体にソリッドさ、粒立ちが最重要視されていて、そして、高音よりの若干のドンシャリ感。とはいえ、音のバランスというより、力強さと鋭さで持っていくタイプなので、このバランスを考えながら聴くよりは、単純に一音一音の気持ちよさを満喫するタイプだ。これだけ個性的なのに、音色のバランスはとっちらかっておらず、すべての音色が広大な空間を感じる表現の中で、しかし耳元で鳴る。今年聞いた、全平面駆動イヤホンの中で最も粒立ちが良く、そして刺激的なイヤホンだ。こんなにベラベラ喋ってるんだからわかるよな、おすすめだぞ。と、こんなところだな。フック X は、僕が知ってる全平面駆動の中で、最も音がドライに粒立つイヤホンだ。もっとくっきりはっきりと音のピントがあってほしい。なんだったらソフトでさらに補正してバキバキに輪郭を出したい。そんなタイプの人におすすめのイヤホンだな。これは癖になる。ちなみに、このやりすぎな改造感を取り除きつつ、ピエゾツイーターによる粒立ちを残して美味しいところ狙いをしたのが、フック XHBB。そして、もっとナチュラルななり方を試行したのが、各社の平面駆動1ドライバキたちだと思う。どれが一番優れている、とは言えないし。どれが一番好きかは、その人によって分かれると思う。でもこれだけは言える。こんだけやりたい放題やったイヤホンが欲しくないのか、おすすめだぞ。と、いったところで今回はここまで、もっと短いレビューにするつもりだったのに。